今日は若鶏のコーンシチューを作ってまいります。若鶏ですから小さめの鶏ももを3つ用意しました。これを冷凍包丁で切っていきますけども、お肉屋さんで切ってもらえるなら切ってもらってください。2センチに切るとありますけど、2センチ小さすぎるのでだいたいその倍ぐらいですかね。4センチに切っていきましょう。日本ではぶつ切り売ってますね。普通にお鍋とかよくしますから。レバーを使ってもいいです。ベーコンは3枚熱湯で油落としします。で四つ切りにします。あと材料はペテオニオンとありますが、ペコロスですね。昔はペテオニオンと呼んでた時もあるそうです。12個用意しました。人参とじゃがいもはざく切りしていきます。こんなもんですね。油をたっぷり敷きましょう。鶏肉を入れていきます。人参入れてきます。じゃがいも、ベーコンも入れます。ペペオニオン、ペコロスですね。12個入れます。いっぱいですね、これ。ちょっと今日のこの分量というのは考え直さなきゃいけないかも。すべての材料が大きいので、後で水の量を考えていきましょう。ここで 800cc 水を入れてみます。どうなるか。足んないかもですね。ちょっと足んないぐらいかな。ローリエ月桂樹の葉っぱ入れます。急遽量を 1.5 倍に増やします。時々アクをすくいながら30分このまま煮込みます。アクが出てきたらこまめにすくい取って捨てます。もうすぐ30分経ちますが、チキンブイヨンですね。これを1個か1個半ぐらい入れてもいいですし、あとはスープストックの塩分濃いバージョンを入れます。はい、30分経ちました。9個分入れます。牛乳やはり 1.5 倍ですから 270cc 入れます。もうローレンの葉っぱ取って捨てますね。でコーンを入れていきます。で味見をして塩分濃度を確かめます。少しだけ塩入れますね。で胡椒で味整えます。
はい、そろそろ出来上がりました。お皿に継ぎたいと思います。火を止めて、はい、若鶏のコーンシチューの完成です。クッキングノートのレシピにはじゃがいも6個とありましたが、どのくらいの大きさか書かれてません。このくらいかなと思って2個準備し、大きいので1個だけ使いましたが、それでも多かったようです。具の量が多くなり、スープの量 50% 足さなければいけなくなりました。当時のじゃがいもはよほど小さなものだったのかもしれませんね。スープが増えた分、コーン缶の在庫なくてコーンの割合が少なくなってしまいました。しかし市販のブイヨンを使わず、スープストックを使って味付けた料理は自然でまろやか、癖になりそうです。もちろんレシピ通り固形ブイヨンを使っても構いませんし、私もよく使います。でもなるべくなら手間を惜しまず、スープストックを作っておきましょう。生きている幸せを実感、味わえます。ではまた、ノスベモス。チャオチャオ。